今日は神奈川県横浜市の安曇野駅にやってきたのだ。ここは東急田園都市線と横浜市営地下鉄ブルーラインが乗り入れる駅で、渋谷まで約25分。東急線だと人気の多摩プラザ駅の一つ隣にあるのだ。安曇野は多摩田園都市開発の中心エリアの一つで、横浜を代表する高級住宅街として知られています。イギリスの田園都市構想をお手本に、1950年代から東急主導で作られた街並みですね。1977年に田園都市線の駅として開業し、1993年にはブルーラインが接続。ブルーラインの終着駅でもあるので、新横浜方面にも乗り換えなしで行ける利便性の高い駅です。今日はそんな安曇野駅周辺を散策してみるのだ。時刻はちょうどお昼の12時。土曜日で晴天の絶好のお散歩日和。それでは西口エリアから散策スタートです。西口の改札を出たのだ。駅から続く屋根付きロータリーで、バスへの乗り換えも便利そうなのだ。バスは東急バスと小田急バスの2社が乗り入れていますね。駅前のビルも綺麗で、飲食店やクリニックがぎゅっと集まってるのだ。これぞ田園都市線沿線の駅前って感じなのだ。駅の西側には商店街が広がっていて、個人商店が約100店舗ほど軒を連ねています。普段使いのスーパーからおしゃれな飲食店まで、安曇野で暮らす人のためのお店が揃っていますね。住宅街の駅ってもっと静かなイメージだったけど、土曜のお昼だからか、駅前からすでにかなりの人出なのだ。このまま西口から伸びる緩やかな坂道を登っていきます。安曇野は多摩丘陵の南端にあって、全体的に坂が多い地形だそうです。日本酒食パンの店って看板のパン屋さんがあるのだ。日本酒食パンって初めて聞いたのだ。こちらは浅野ベーカリーというお店。仕込み水の代わりに日本酒を使った食パンを作っていて、しかも日本酒食パンは商標登録済み。日本でここだけのオリジナル食パンだそうですよ。日本でここだけ、それはちょっとそそられるのだ。あっちにはモスバーガー&カフェがあるね。バーガーの方は時々行くけど、カフェがついてるのは初めて見たかもしれないのだ。2019年に始まった新しいタイプのお店で、通常のモスのメニューに加えて限定のスイーツやカフェドリンクも楽しめるお店です。今は全国に70店舗ちょっと。まだ珍しい部類だね。神奈川県だとここ安曇野と江ノ島の2店舗だけです。このセブンイレブン、駐車場がめちゃくちゃ広いのだ。田舎のセブンみたいな広さなのだ。高級住宅街なので土地代は高いはずなんですが、贅沢な使い方してるよね。気になって調べてみたら、もともとは大きな書店があったそうです。その敷地をセブンがそっくり引き継いだので、こんなにも広い敷地になってるみたいですね。あ、今度はさつまいも専門店なのだ。お芋ラボ、焼き芋をはじめ焼き芋プリン、お芋アサイーボールなど、さつまいもにこだわったラインナップになってました。本当にこの街、個性的なお店が多いのだ。安曇野駅から歩いて10分ほど、最初の目的地に到着なのだ。パンメゾンモア色彩館、創業約30年、地元で愛される超人気ベーカリーです。駅周辺にパン屋さんが多い安曇野でも特に名前の挙がる有名店ですね。店内もすごいにぎわいだったのだ。お客さんがひっきりなしに入ってくるのだ。こちらのお店はカレーパンとシナモンロールが受賞歴のある看板商品なんだとか。特にシナモンロールは絶品というレビューをよく見かけます。今日はこの後もお店を巡る予定があるし、見るだけのつもりだったんだけど、結局誘惑に負けちゃいました。どっちも美味しそうだったのだ。カレーパンとシナモンロール両方買ってしまったのだ。家に帰ってからのお楽しみですね。帰ってから食べてみたけど、カレーパンは断面にカレーがぎっしりで満足度が高いのだ。シナモンロールはシナモンの風味と匂いがしっかりしてますね。ただ甘さが目立つから、そこでちょっと好みはあるかも。パンメゾンから少し戻って一本裏の道に入ってみるのだ。この辺は高級そうな雰囲気を感じるのだ。立派な邸宅が並んでいて、街路樹もしっかり整備されていますね。まさに高級住宅街という言葉がしっくりくる景色です。坂道の両脇に立派なお家が並んでて、空が広いのだ。表通りよりもこっちの方が
想像してた高級住宅街にぴったりくるイメージなのだ。そんな住宅街を駅方面へ歩いていくと現れるのが左手側にある立派な建物、四季芸術センターです。あの劇団四季の本拠地なのだ。1983年劇団創立30周年を記念して建てられた施設です。その後2006年に新しい本館が増設されて、敷地面積は5200坪以上、大小10の稽古場、トレーニングジム、ライブラリー、衣装や道具の工房、食堂まで揃った劇団四季の創作の中枢ですね。本拠地が住宅街のあざみ野にあるってちょっと意外なのだ。ライオンキングやキャッツをはじめ上演される多くの作品はここで稽古されているそうです。一般公開はされていないので外から眺めるだけですが、外観を見るだけでも規模の大きさが伝わってきますね。何年か前にライオンキングを見に行ったことがあるのだ。あれはすごかったのだ。その稽古がここでされてたかもしれないと思うとなんだか感慨深いのだ。西口側をぐるっと回って駅前に戻ってきたのだ。お腹も空いたのでここでお昼ご飯にするのだ。今日のお昼はここあざみ野駅前にある超人気町中華のエイラくんです。お昼時は行列ができるほどの地元の名店なんだとか。鉄板の組み合わせはサンマーメンと半チャーハンのセット。ネットの口コミでもこの組み合わせをおすすめする声が多いです。じゃあそれに決まりなのだ。いただきます。おいしい。濃いめの醤油スープに胡椒がよく合うのだ。具材もたっぷりだね。白菜、もやし、人参、ほうれん草、きくらげにお肉、野菜がこれでもかと盛られています。チャーハンは優しい味なのだ。町中華っぽい濃い味を想像してたからちょっと意外なのだ。卵の味が一番強く感じるほどでした。濃いめのサンマーメンと優しい味のチャーハン、バランスが絶妙だね。食べてる間もお店の外には町のお客さんが絶えないのだ。さすが人気店なのだ。町ゼロで入店できたのは幸運だったね。お腹もいっぱいになったところで今度は駅の東口側を散策していくのだ。ここからは文化施設が集まるエリアです。まずは駅からすぐの横浜市山内図書館へ。下調べしてた時に駅前に立派な図書館があるのを見つけたのだ。ここは寄っていくしかないのだ。中に入ってみるとワンフロアだけなんですがかなり広かったですね。蔵書も多くて席やテーブルもたっぷり用意されていました。土曜だからか人もたくさんいたのだ。勉強してる人、本を読んでる人、みんな思い思いに過ごしてるのだ。駅前で気軽に立ち寄れてこれだけの規模の図書館があるのは住んでる人にとってとても便利な環境ですね。それに図書館を出てちょっと横を見てほしいのだ。なんと図書館の隣でベンツを売ってるのだ。図書館とベンツのディーラーが並んでいるって不思議な光景に感じるね。無料で本を読んだ帰りにベンツを買って帰ることもできるのだ。あざみ野半端ないのだ。どえらい街だね。次に向かうのは横浜市民ギャラリーあざみ野なのだ。アートフォーラムあざみ野という複合施設の中にある市民ギャラリーです。美術展示を無料で楽しめるんです。道路を挟んでベンツの斜め前にあるんだけど、ここ横断歩道がないのだ。歩道橋を使えば行けそうかな。市民ギャラリーの背中側まで歩道橋が続いていたので若干迷いましたがなんとか到着。ちょっと遠回りだったかもしれないのだ。中はエントランスが3階まで吹き抜けになってて開放感がすごかったのだ。建物のデザインもかなり特徴的ですね。このアトリウム空間だけでも来た甲斐があります。今日は2つの展示をやってたのだ。1つ目は水曜青葉会合同展、2つ目は横浜美術大学の生涯学習公開講座を受講した方たちの作品展。どちらも無料で鑑賞できました。意外と面白くて見入ってしまったのだ。アートに詳しくなくても楽しめる内容でしたね。私も習い事をすればこういうの描けるようになるのかなって興味が湧く展示でした。ギャラリーを出て次に向かうのは驚き神社なのだ。なかなかインパクトのある名前だね。冗談みたいな名前なのだ。鳥居から本殿までの参道が桜並木になっています。撮影したのは3月下旬。
桜は咲き始めでまだ満開前ですが、咲いたばかりの花が青空によく映えますね。満開じゃなくてもとっても綺麗なのだ。参道に桜、これだけで絵になるのだ。この辺り一帯、かつては馬の牧場だったそうです。今は住宅街なのに全然想像つかないのだ。平安時代には武蔵国石川の牧と呼ばれる広大な牧場で、この驚き神社はその総鎮守だったそうです。そんな古くからある神社なのだ。当時この地域では名馬がよく育ったそうで、馬を敬うという気持ちからその2文字を合わせて驚きという字になったと伝わっています。馬を敬うで驚き、漢字の成り立ちとして面白いのだ。ご利益は家内安全と五穀豊穣、かつての牧場地帯を見守ってきた地域の守り神ですね。ちなみに別の言い伝えもあって、隣の地区の神様との領地争いに負けた石川の神様がうろたえて丘まで飛び去ったから驚き神社になったという説もあるんです。その情けない説の方は却下したい気分なのだ。驚き神社を後にして次に向かうのはまたまたパン屋さんなのだ。神社からは徒歩で少し歩いたところにあります。お店が見えてきたのだ。可愛らしい外観でなんだか絵本に出てきそうなお店なのだ。こちらがパンフェルミエ、ほのか、ドイツ、フランス、イタリアなど多国籍のパンが揃う人気ベーカリーです。この絵本のような外観が人気の一つになっていますね。イートインスペースもあるので店内でゆっくりパンを楽しむこともできます。本当はパンメゾンで買う予定はなくて、このお店だけで買うつもりだったのだ。なのにまた2つも買ってしまったのだ。誘惑に負けちゃいましたね。今日はパンをたくさんお持ち帰りです。バトンブールとハワイアンバーを買ったのだ。バトンブールは店内のポップによると、周りはサクサクのラングドシャ、中は塩味の効いたバタークリームってことなのだ。帰宅後にいただきましたが、ラングドシャの部分がカバンの中で折れちゃってましたね。ちょっと残念なんだけど、食べてみるとこのラングドシャたまらなく気に入ったのだ。サクサクの食感が癖になるのだ。リピートしたくなる美味しさだね。続いてはハワイアンバー。こちらはグラハム入りの生地にフランス産チョコレートとハワイ産マカダミアナッツが入ったハード系のパンなのだ。名前の通りハワイの風を感じる組み合わせだね。チョコとナッツの味がしっかりしてるのだ。ハード系のパンとよく合う組み合わせだと思ったのだ。パンをたくさん買って満足したところで、そろそろカフェで一息つきたいのだ。駅に戻って再び西口側へ来ました。お目当てのお店は7日コーヒー、赤いドアが目印の自家焙煎の本格コーヒー店です。ハンドドリップで入れるコーヒーが絶品で、美味しそうなワッフルも気になります。時刻は15時過ぎ。ランチのピークは過ぎてるし、余裕で入れると思ったんだけど満員でした。この時間に満員とは相当な人気店みたいなのだ。残念ですが代わりのお店を探しましょう。じゃあ朝に気になってたモス&カフェに行ってみるのだ。さっきは通り過ぎただけだったし、せっかくだから寄ってみたいのだ。何気に歩き疲れてヘトヘトです。ここから近いし行ってみましょう。到着なのだ。店内はカフェっぽいといえばカフェっぽいし、モスバーガーっぽいといえばモスバーガーっぽいのだ。モスバーガーってどの店舗もカフェっぽい内装だもんね。アイスイズも抹茶ラテを注文したのだ。モス&カフェの限定ドリンクですね。すっきりした抹茶味なのだ。上に乗ってるアイスもよく冷えてて美味しいのだ。少しずつアイスを抹茶に溶かして飲むと味わいが変わっていきますね。程よい甘さなのにすっきりもしてて、これは美味しいのだ。ガムシロップもついてきますが、このままで十分な甘さです。いい休憩になったのだ。今日はかなり歩き疲れた感じがしたのだ。坂が多いから移動距離以上に体力は使ったね。あざみの高級住宅街って聞いてたから、静かで地元の人しかいないようなイメージを持ってたのだ。でも実際に歩いてみると、駅前には活気ある商店街があって個性的なお店もたくさん。想像していたよりもずっと賑やかな街だったね。散策してるだけで次から次へと発見がある街なのだ。高級住宅街のイメージだけじゃ語りきれない
魅力いっぱいの街だったのだ。それでは動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね。動画作りの励みになるのだ。